FX で利益を伸ばしたいのになかなかうまくいかない。含み益が出てもこのまま伸ばせるのかと不安になり、結局すぐに決済をしてしまう。そんな悩みを抱えていませんか？私も以前は同じように悩んでいましたが、ある方法を取り入れたことで利益を伸ばせるようになりました。そこで今回は私が実際に利益を伸ばせるようになった方法を詳しくお伝えします。利益を伸ばせるようになった方法は？私が利益を伸ばせるようになった方法は、分割決済を使う方法でした。なんだ、そんな方法かよ、なんて拍子抜けしたと思いますが、こんな方法でも利益が伸ばせるようになったので、私にとってはすごくいい方法でした。分割決済の何が良かったの？分割決済で利益を伸ばせるようになったのは分かったけど、じゃあ、分割決済の何が良かったの？ということになりますよね。これに関しては、安心感を得ることができたのが私には大きかったです。まず、私の場合は、2回に分けて利食いをするようにしました。含み益になっている時って、利益を確定していないので、幻の状態です。これをポジションの半分であっても、現実の利益に変えることで、利益を確定できた、という安心感を得ることができました。しかも、半分を利食いした後に、残りのポジションのストップを縦値に移動することで、損がなくなるというのも大きな安心感につながりました。この安心感は、レートが戻ってきて含み益がなくなったら嫌だな、という恐怖を取り除いてくれました。そのおかげで、もう半分の利益を気にせず伸ばせるようになりました。分割決済はなぜ役立ったのか？次に、分割決済が利益を伸ばせるようになることになぜ役立ったのかですが、これは自信がついたことが大きいです。私が利益をうまく伸ばせなかった時って、検証では伸ばせることが分かっていても、実際のトレードとなると、本当に利益を伸ばせるのかなんて不安になってしまい、いまいち自信を持てない状態が続いていました。この時に分割決済を取り入れて、半分利益を確定することで、安心感を得ることができたので、残りのポジションの利益を伸ばせるようになりました。そして、もう半分のポジションの利益が実際に伸びて利食いをできた時に、自分のトレードでも利益を伸ばせるんだな、という実感が湧きました。この成功体験が自信につながって、次からも同じように半分のポジションの利益を伸ばせるようになりました。これがもう一度うまくいくと、やっぱり自分のトレードでも利益を伸ばすことができるんだな、と思えるようになり、それがさらに自信を深くしてくれました。この繰り返しによって、自信がどんどん深まっていき、利益を伸ばせるようになりました。よって、分割決済を取り入れたことで、安心感と自信、この2つを得たことが、利益を伸ばすことに大きく役立ってくれました。利益を伸ばせるようになった時の利食い方法は？分割決済を使うことで利益を伸ばせるようになったのですが、そうは言っても、どうやって利食いをしていたの？なんて思うかもしれません。この方法に関しては、私の場合は主に3つの方法を試しました。意識される場所で利食いをする。まずは王道の利食い方法である、目立った高値や安値、何度か反応している場所、といった場所で利食いをしていました。特に1時間足以上で、パッと見て目立つ場所の少し手前を利食いポイントにしていました。なぜなら、パッと見て目立つ場所というのは、誰が見ても、ここが意識されるだろうな、とわかる場所だからです。そのため、そのような場所に来ると、ポジションを持っている人たちの利食い、新規のエントリー、といったアクションが起きやすいので、判定しやすくなります。例えば、この1時間足チャートの黄色丸で買ったとしましょう。この時に分割決済をしていくのですが、目立った高値まで100ピップスあるとします。そこが最終目標地点です。これを見定めた上で、エントリー後に含み益が20ピップス乗ったら、半分のポジションを利食いします。そしてそれと同時に、ストップを縦値に移動して利益確保をします。これをやったら、あとは目立った高値のプラス100ピップスに利食いを設定して放置します。そしてその後に、目立った高値まで上昇したら、その位置で利食いです。ちなみに、目立った高値までレートが来たら、反転して下落をしていますよね。ここでは、買っていた人たちの利食い、新規の逆張り売り、といったアクションが起きたので、反転下落していったのです。
1時間足以上でパッと見て目立つ場所は、このような反転が起きやすいので、そこをめどに利食いをしていました。壁がない場所を狙うと、利益が伸びやすい。意識される場所まで利益を伸ばす場合、そこへ到達するまでに、壁となる場所がないところを狙うと、すんなり伸びやすいです。壁がない場所というのは、直近に意識される場所があまりない場所のことです。例えば、このチャート画像の黄色丸で、買いポジションを持ったとしましょう。この時にレジスタンスになりそうな場所を確認すると、直近の高値ぐらいしかなくて、それより上には見当たらないですよね。こういう時は、直近の高値を上へ抜けると、そのまま一気に上昇していくことが多いです。では、その後の動きを見てみましょう。直近の高値を上へ抜けたら一気に上昇していますよね。こういう壁がない場所でトレードができた時は、利益を伸ばしやすいです。この時の利食いの目処としては、一つか二つくらい上の時間足を見て、意識される場所があればそこが利食いの目処です。あとはこれ以外には、切り板が利食いの目処になります。トレーリングストップを使う。利益を伸ばす方法として、トレーリングストップも有名ですよね。チャートの形状を見ながら、含み益が大きくなっていくにつれて、ストップも上げていきながら、利益を確保していく方法です。例えば、このチャート画像の黄色丸で売ったとしましょう。この時も同じように、含み益が20ピップスになったら、半分のポジションを決済して、ストップを縦値に移動します。そしたらここからは、ダウ理論に沿ってストップを下げていきます。例えば、今回の場面だと、売った場所から下落トレンドを作ったら、ストップを戻り高値の少し上に設定します。今回のチャートなら、もう一つ下の戻り高値でもいいです。そして最安値から再度上がって、もう一度下落して安値を更新したら、直近の戻り高値にストップを下げます。あとはこれを繰り返していくと、どこかで戻りが入って利食いとなります。この方法を使うと、トレンドが強く出た場合に、利益を大きく伸ばすことができます。私がこの方法をやっていた時は、利益が伸びれば200ピップスとか取れていました。これを経験したことでも、自分みたいなへっぽこなトレーダーでも、利益って伸ばすことができるんだなって実感できたので、利益を伸ばせるようになりました。ただし、トレーリングの場合、最大の含み益から利益が減った状態で、利食いをすることになります。しかも、利食いをした後に、また反転をして、さらに伸びていくこともあります。例えば、次のような感じです。これに加えて、半分決済後に、ダウ理論の形を作らずに一方的に戻ってきて、残りの半分が縦値で終わることもあります。例えば、次のような感じです。このような感じで、トレーリングをうまくいけば、利益をとことん伸ばせますが、最大の含み益からは、利益が減った状態で決済をすることになります。これが利益を取り逃した気分になって、ストレスに感じることもあります。私はこれがストレスだったので、利益を伸ばすための経験値を積むのには役に立ったのですが、実際のトレードではあまり使えませんでした。N 値を使う。最後に利益を伸ばす方法として使っていたのは、N 値を使って利食いする方法でした。N 値は、押し目買いや戻り売りをするときに効果的な利食い方法となります。例えば FX では、ネットが大きく動いた後に押しが入って、再度上昇するときに、次の上昇も同じぐらいの値幅で動く特性があります。これはトレンドが出始めた相場や、トレンドが出ている相場の時に、利食いの目安として使うと効果的です。実際のチャートだと、次のような感じです。例えば、このチャート画像の黄色丸で買ったとします。このエントリー後に20ピップスの含み益が乗ったら、まずは半分のポジションを決済して、ストップを縦値に移動します。そして残りの半分を N 値の値幅で利食いをします。この方法だと、利食いの目処が明確になるので、私にとっては利益が伸ばしやすかったです。ちなみに、この他にもいい値などがありますが、私はトレンドが出ている最中の押し目買いや戻り売りのトレードがメインなので、一番わかりやすい N 値を使いました。以上の3つが、私が利益を伸ばす訓練をしていた時に使った利食い方法になります。今回は利益を伸ばすための訓練として3つの利食い方法を紹介しましたが、これ以外の利食い方法を知りたい場合は、この動画も見てみてください。
概要欄にリンクを貼っておきます。分割決済を使い始めた時におすすめの決済方法。利益を伸ばしたい場合、分割決済を使うのがおすすめですが、最初にこれをやるときって半分利食い後に戻ってきたら嫌だな、なんて感じることが多いので、やっぱり少し抵抗が出てきます。この時に精神的に楽になる方法として、自分がいつも取っている利益を確保するというやり方があります。これはどういうことかというと、例えばあなたがいつも利食いをするときに10万通貨でエントリーをして30キップスで利食いしていたとしましょう。その時に分割決済を使うときは、まずは半分の5万通貨を20ピップスで利食いをします。そして、もう半分を伸ばすのですが、例えば、もう5万通貨が60ピップスまで伸びたとしますよね。この時に、ストップの位置を縦値からプラス40ピップスの位置へ移動させるのです。こうすることで、仮にレートが戻ってきてストップにかかったとしても、5万通貨がプラス20ピップスで、もう5万通貨がプラス40ピップスとなるので、10万通貨で換算すると、プラス30ピップス取れたことになりますよね。つまり、この方法を使うことで、最低でも、いつもあなたが取っているプラス30ピップスの利益は確保できるのです。しかも、うまくいけば、そこからさらに利益を伸ばせるので、この方法を使えば、精神的にもかなり楽になります。私も、分割決済を使って利益を伸ばし始めた時は、この方法を使ったらすごく精神的に楽になって、利食いを伸ばせるようになりました。分割決済にもデメリットはある。分割決済にも、実はデメリットがあります。それが、勝率が悪いと、トータルの成績がマイナスになることです。例えば、10万通貨で分割決済を使った場合、5万通貨がプラス20ピップスで、もう5万通貨が縦値というのが多いとしましょう。こうなると、10万通貨で利益を換算すると、プラス10ピップスの利食いになりますよね。そしてこの時に、自分のトレードの損切り幅がマイナス20ピップスだとしましょう。この場合、損切りは分割決済をしないので、1回でマイナス20ピップスの損になります。ということは、トータルでマイナス10ピップスの損失になります。そのため、勝率が 50% を切るなど、あまり良くない状態で分割決済を使い続けると、逆に資金が減っていくこともあります。利益を伸ばすための訓練として、一時的に分割決済を使うのであれば、これでもいいかもしれませんが、そうでない場合は、勝率も少し気にするようにしましょう。分割決済で自分の最適な利食い方法も分かった。分割決済を使ったことで、利益を伸ばせるようになっただけでなく、どのくらいの利食い幅で決済をしたくなるのかといったことが分かって、自分に合う利食い幅を把握できたことも大きかったです。例えば、私の場合だと、トレーディングで利益を伸ばしていた時に、含み益が100キップスを超えてくると、猛烈に利食いがしたくなりました。さらに、この状態からレートが戻ってきて、利食いがストップにかかった時に、決済した利食いが100ピップスを切ると、かなり苦痛が大きかったです。逆に100ピップス取れた時は、利食い後にさらに伸びていったとしても、残念な気持ちは少しあるものの、まあ100ピップス取れたしいいか、という気持ちの方が大きかったです。この時に、利益を伸ばせるようになったとはいえ、自分にとっての利食い幅に対する境界線みたいのが分かりました。そしてここから、自分に合った利食い方法を作ることができました。例えば、当時の私の場合であれば、トレーディングで利益を減らすのがストレスで、その時の頂点で利食いがしたい気持ちが強かったです。だから、利食い方法としては、目立った高値やレジスタンスラインなど、意識される場所での利食い方法が自分には適していることが分かりました。さらにここに N 値を加えて、利食いが伸ばせる根拠を増やす。そして、利食い幅は最大で100ピップスにする。こうすることで、ストレスを減らしながら、利食いを伸ばす方法を作り出すことができました。この利食い方法を取り入れることで、それまで30ピップスが限界だった利食い幅は、プラス60から100ピップスまで伸ばせるようになりました。利食い金額はなるべく意識をしないこと。利食いをするときって、この利食いでいくらの利益になるかなみたいに、どうしても金額が気になりますよね。ですが、利益を伸ばせるようになるには、金額はなるべく意識しない方がいいです。なぜなら、金額を意識してしまうと、
今利食いすれば3万円の利益になる。といったように、本来の利食いポイントまで我慢できなくなって決済をしてしまう可能性が高くなるからです。もし、利食いポイントまで我慢できずに決済をしてしまうことが増えれば、それが癖になって利益を伸ばせなくなってしまいます。これだと本末転倒になるので、含み益が出ている時には、なるべく金額を見ないようにしましょう。それに、勝てるようになると、ロットも増えてくるので、当然ですが、利益額も大きくなっていきます。しかも、その金額というのも、10万を普通に超えてきたりします。この時に、金額を意識してしまうと、普通に生活をしていたらありえない金額が上下するので、感情が大きく揺さぶられます。こうなると、含み益に踊らされて、利食いが伸ばせなくなるので、なるべくキップスで利益を見るようにしましょう。また、これ以外にも、我慢できずに利食いをしやすくなる場面があります。その理由については、この動画で解説しているので、よければ見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。まとめ。今回は、利食いを伸ばすときに、私が使ってみて良かった方法をお伝えしてきました。至って普通の方法ですが、効果は高かったので、もし利益を伸ばせずに悩んでいる場合は、試してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。